強化ビジョンの伊藤京香です。今日は一番くじワンピースエルバフ編ギガントバッシュボル1を引いていきます。ついにワンピースの一番くじもエルバフに初上陸。読者的にも一味のメンバー的にも夢の景色だと思うんだけど、ワンピの一番くじってショーの最初を飾る商品は毎回普段より豪華になることが多いんだよね。そして今回も例外なく、てか今回はいつも以上に長くない？ということで全身全霊で挑む今回の一番くじ、早速ラインナップから見ていくと、フィギュア賞は全7種で A 賞ルフィ、 B 賞ウソップ、 C 賞ナミ、 D 賞ドリー、 E 賞シャムロック星、 F 賞イム様マグネット、そしてラストワンがロキ。まだエルバフ編のボル1なのに巨人が2人もフィギュア化。今回の一番くじ気合入りすぎてない？とりあえずドリーのフィギュアはずるい。こんなのずっと前から夢に見てたフィギュアだからね。しかも大きくて幅もあるんでしょ？もう絶対かっこいいじゃん。そしてラストワンのロキね。もうフィギュア化ってどんだけ仕事早いの？ロキはそもそもいろんな意味で欲しい要素しかないキャラなんだけど、その上今回岩倉さん原型なんだよね。めちゃくちゃ欲しい2つ。 D 賞ドリーはアソート1で、ロキはラストワンでしょ。今回久しぶりに破国打つしかないかな。私の財布を犠牲にまっすぐ進むしかないかな。ということで今回はどうなるかはわからないけど、とりあえずドリーを狙って引いていきたいと思います。それでは早速いきましょう。我らに突き通せぬものは血に染まる蛇とくじ結果のみよ。10枚引きます。10回追加でさあ、それぐらいちょっとそうそれでは残り全部ください。はい、ということで帰ってきました。ということで今回全部引いてきました。はい、お察しの通りです。破国を打ちました、結局。なのでもう私の財布という武器は使用不可です。まあね、今回で一応30回でドリーは出したんだけど、いやーめっ
ちゃ迷った。めっちゃロットするか迷ったんだけど、今回最後まで行くって決めた理由がいろいろあって、もちろんロキめちゃくちゃ欲しかったからっていうのもあるんだけど、今回私がくじを引きに行ったのが、前回ナルトのくじで紙引きをしたコンビニに行ったんですね。で今回もレジを担当してくださった方が私のことを覚えててくれて、で前回のナルトと同じぐらいワンピースって人気ですかって聞かれて、いやどうなんでしょうね、でもナルトめちゃくちゃ人気だったと思うんですけどって言ったら、そうなんですよって、お姉さんが引かれた後になんかすぐもうパッて人が来て、違う方が全部買われたんですよねって言って、そうなんですねっていう風にこう喋りながら引いてたんですね。でそしたら3巡目、なんか30回目のセットをですね引いてる時にですね、お姉さんがあちらの方です、ナルト全部買われたのってコソコソって言われて、多分あちらの中国の団体の方がって言われて、って思ってパッて入り口を見たらね、私がドラゴンボールで順番を譲った転売ヤー集団の方だったので、違うコンビニなんだけど行けなくはない、全然近いのよ、歩いても来れるぐらい。うわマジかと思って、で3巡目を取ってて、その10枚をめくってる時になんか生温かいなって思ったら、もうこの距離って本当にと思って、何ですかって聞いたんだけど、大丈夫大丈夫とか言われて、いやわかるよ何が出たか気になるのは、でもこの距離で見ることって普通ないじゃん。でもう私もちょっとなんか気分悪くて、ドリー出ましたよっていう風に言ったら、ドリーも分かってないのね。で D 賞出ましたっていう風に言ったら、みたいな顔して一回お店の外に出てね、で多分そのドラゴンボールの時にもいたお会計しに来た指示役っぽい女性の方がいるので、その人のところになんか多分聞きに行って、なんかこっちの様子を伺ってる感じだったのね。で店員さんがどうしますかみたいな、これって残りって言われて、もう入ってくる気配もないし、なんかコソコソされてるし、もう気分悪かったから、もう残り全部買いますって言ってドリー出たけどもう全部買いますって言って最後まで駆け抜けました。いやマジあれ良くないと思うよ。しかもめちゃくちゃ体大きい男性で、すごい女子からしたら威圧感あるし、知らない男性がこの距離なのなんか気持ちも悪いしさ、いやちょっとあれびっくりしましたね。グローバルすぎて距離感が日本人の私にはちょっと耐えきれない距離感でしたいやでもね、すごいそのコンビニの店員さんが気を使ってくださって、もう大丈夫ですかみたいなこととか声かけてくれたりとか、でもあんまり多分言葉が通じないから注意しても聞かないしなみたいな難しいよね。でもやっぱりね、向こうもドリーがいないのはね迷うということで、ドリーの人気はねグローバル、本当に素晴らしい巨人ですよ。もうそんなわけでね、戦って勝ち抜いたのかな、わかんないけど、こちらのねロキもね全て開封していきたいと思います。それでは早速 A 賞を開封していきたいと思います。ということで開封しました。めちゃくちゃ可愛い。この衣装大好きなんだよね。一味めちゃくちゃ可愛くないですか？なんかバイキングみたいな感じで、特にここら辺とか、ある意味とても海賊らしいなと思って見てるんですけれども、それではね早速顔から見ていきたいと思います。なんか顔はあれ普段の一番くじのルフィっていう感じ、めっちゃいい。一番くじでめっちゃくちゃ可愛いなって思ったのってカブトのやつと、あとギアセカンドの海賊王のやつとかすごい好きだったんだけど、すごいこれは平均的なルフィっていう感じ。一番くじだと大体こんな感じよねっていういつも通りのクオリティです。でもなんか主役が衣装な感じがしますね。多分ね後ろから見た方が分かりやすいんだけど、このファーっぽい感じの羽っぽい感じのマント、なんか今回麦わら帽子は墨入れとかもなくシンプルな作りっていうか、またここに汚れがついてる。だけどマントとかは結構面積が広いからしっかり塗装してありますね。ボディがこんな感じなんだけど、これさ色つくとさめっちゃエースっぽいなって思っちゃう。その細部は違うんだよ、細部は違うんだけど、なんかこのブーツにハーフパンツで上が裸っていうのがもう刷り込まれてるんだよね、エースだって。なんかお兄ちゃんっぽくていいねっていう風になるよね。ところどころ今回ファーがついてるアイテムがルフィ多いんだけど可愛いよね。ファー付きのブーツとかめっちゃ新鮮。衣装凝ってて可愛いから色数多いし、けどなんかまとまってていいよね。茶色と黄色と黒といろんなところで同系色で揃ってるから、で差し色ゴールドと赤でしょ。めっちゃ可愛いと思います。
このエルバフ編はめちゃくちゃ、エルバフ編っていう名前かはあれですけど、衣装がみんな可愛いので、なんか普通にスケールでも出てほしいなって思うぐらいなんだけど、これで1位飾ったらめっちゃ可愛いと思うんだよね。続いて B 賞ウソップ、一番最初に出てくれたので大好きです。それでは早速開封していきたいと思います。めっちゃ可愛いです。もうなんか巨人といえばウソップっていう感じなので、もうね、たくさんスポットライト当ててほしいですけどね。もう大好き。ウソップさんなんかやっぱりつけひげをつけてるイメージがフランキーとなんかウソップはそんなイメージあるな。ゾロも似合ってたけどね。そんなちょっとドレスローザを思い出したりとかして懐かしく。やっぱこのつなぎっていうかオーバーオール、これ似合うのマジでウソップかバギーかって感じじゃないの。こうしてみるとさ、なんかちょっとこれ一応拭いたんだけどずっとテカってるのね。なんかぬるテカみたいな感じでちょっとついてて、もう拭いたんだけどめちゃくちゃ筋肉っていう感じ。やっぱウソップも鍛えたんだなっていう。昔とは全然違うよね。なんか昔のさ、2年前のウソップとかって肩のあたりとかもガーンって出てたけど、結構最初の頃とかなんか今のギアフィフスのルフィみたいな質感の体だったのに、めっちゃムキムキになっちゃってって感じ。毛量も増えましたね。相変わらずウソップはこういうガマ口みたいな大きいバッグだったりとかね、こういうかぼちゃパンツみたいなつなぎだったりとかめっちゃ似合うね。かわいい。ブーツはルフィとオーソロッチかな。ウソップの方がちょっと色が薄そうだけど、ウソップはファーがついてなくてもさ、髪の毛とヒゲがもうね、ファーみたいに見えるからお得よね。あと個人的にこのポーズが好き。なんだったらちょっとフィフスっぽい謎のポーズ。ウソップは全力でね、走ってるの似合うと思います。中から逃げてたりとか。紫とかちょっとこういう朱色っぽい感じのピンクとかの色がね珍しいので、やっぱりこの衣装めちゃくちゃ可愛いなって思う。ウソップはマジでおとぎ話の住人っていう感じがするから、どんどんなんかいくつになってもこういう可愛い衣装着てほしいね。バギーとかウソップって私の中でそんな分類かもしれない。続いて C 賞のナミさん開封していきたいと思います。絶対可愛い。やっぱりめっちゃ可愛い。嬉しすぎる。ナミさんこんな可愛いんだ。てかこの衣装が神すぎるよね。やっぱナミさんとか見ちゃうとさ、やっぱさスケール低下、それこそアーツとかでまた揃えて出さないとか思っちゃうんだけど、めっちゃ可愛い。でもさ、なんかこのナミさんちょっと2年前っぽくも見えない？この髪をここでまとめちゃってるから、そのパッと見た時にさ、この同系色だからショートに見えるんだよね。なんか一粒で二度美味しい感じになってるけど、あと私女の子がこういう剣とか持ってるのすごい好きなんだよね。いやーかわいい。後ろにねこうやってね髪が結構隠れてるんだけど、正面から見たらわからないけど結構髪の動きとかも好きで、ナミさんこういうハーフアップとか羊ヘアとか多いよね。もうマジで何度も言っちゃうけど、私はゴールドの時のナミさんが超好きなの。それとちょっと髪が似てて好きなんだよね。あとナミさんやっぱ黒似合うね。めっちゃ可愛い。ここがセクシーすぎる。この骨のくぼみがもうめっちゃワンピースの理想体型っていう感じがするね。やっぱこのファーブーツ可愛いよね。なんかめっちゃギャルって感じ。なんか一周回ってこういうモコモコふわふわみたいなブーツってたまにこうモデルさん履いてたりとか流行ってたりとかするじゃん。衣装だったりとか。私の好きな花のみんなもねこういうブーツ履いてた気がするな。なんかここがめっちゃギャルって感じで、全体的にねなんかこういうところもなんか109っていう感じがするんだけど、すごい可愛いなと思って。ナミさんマジでそういうさ部族というかバイキングでもないな、なんかバイキング感あるんだけど、なんかどっかの姫っぽいんだよね。あれかな、レベッカがいるからかな。ちょっとこういう剣とか持っててみたいな。でもマジでこのナミさんの衣装、これとロビンマジこすり倒してほしい。本当にたくさん。ナミさん新しいグリグラとかも発表されたけど、あれもねめっちゃ可愛い。普通の水着もそりゃ似合うんだけど、こういうのでなんか出してほしいな。2人とも定価もプライズも散々こすり倒したらいいと思うんだけど、ぜひね期待して待ってます。続いてドリー開封していきたいと思います。ダントツな箱の大きさです。もうパンパン、めっちゃくちゃ大きいです。さて実物はどうなんでしょうか。早速開けていきたいと思います。はい、ということで開封しました。めっちゃかっこいい。超良くない？うわー、なんか感動してる。ドリーブロギーのフィギュアがようやくだよ。いやー出てもいいんじゃないってずっと思ってたけどさ、エルバフ始まって、いやこれはって思っててようやくです。
最高の舞台で出せるようにずっと我慢しておいてくれてたのかなって考えるとなんか不思議だよね。こういう商品リリースの方々ってどこまで先まで聞いてるのかなとか、いやちょっと待っててくださいって言われ続けてるのか、どうなのかな。いやー、ドリーめっちゃかっこいいよー。本当に嬉しいよー。いや、良すぎるでしょ。腕めっちゃいいんだけど、やっぱ筋肉だね。もう筋トレしよう。私も最近してんだけど、結構肩周り鍛えたくてさ、ムキムキになりたいんだよね。ドリー派ブロギー派っていう、いやどっちもいいけどね。ドリーかっこいいけどブロギーかわいいよね。あと個人的にこのさ、古い剣が好き。このめっちゃ昔に作られたんだろうなっていう、この塚とかさの飾りがめっちゃシンプルなの。剣の形とかもさ、片方とかじゃなくて、古いこのなんか朴突としたシンプルな形。指かっこよくない？ふわって片方握ってるのが。であとこのたっぷりとしたおひげね。ちょっとおひげの全容を映したいんだけど、なんかおひげ髪の毛以上にサラサラそうでちょっと笑っちゃうな。あの時あんまりちゃんと見てなかったけど、ズボンがさ結構モフモフなんだよね。そう考えると今のルフィたちが着てる服とかにもさ合ってんだよね。でこの鎧とは言わないと思うんだけどさ、ちょっとさズボンとかよりもここほら革でさ胸の下ぐらいまであるじゃないですか。こういうのもなんかすごいね好きなのよね。バイキングっぽくて。マントもかっこいいですね。結構筋肉とかこういうマントとかしっかり色がついてる。兜もめちゃくちゃボコボコしてたりとか細かいですね。なんかここに銃弾ではないよねみたいな、銃弾なのかな、そんなへこみがあったりとか、ほらこことか牙みたいなのになんか噛まれたのみたいな跡があったり、すごいかっこいい。いいね。ちょっとこうやって歯茎が見えてるのもかっこいいね。いやいいですいいです。皮の質感もいい。結構ザラザラボコボコしてる。それが強めなのがいいです。いやー早く一緒に飾りたい。今この単体で飾るとこう横から見た方がよく見えるから、ブロギーが来たらこうだね。でもそれまではなんか顔が見える横向きで飾ってあげた方がいいのかな、一人だったら。いやー早く2人揃って破国してほしいですね。続いて衣装のシャムロック開封していきたいと思います。はい、ということで開封しました。なんかちょっと変な感じがする。やっぱちょっとシャンクスの顔でこの服っていうのが全然まだ慣れなくて、こう立体物にすると余計にね、なんか全然違う感じしないマジか、すごいな。なんか顔はシャンクスだもんな、傷のない。これでさ、なんか髪長くて、でこんなマントとかゴテゴテした感じ、マントは着てるけどラフな感じがね魅力だったけど、こんな貴公子っぽくされると戸惑いますね。うわー、ちょっと今回ナミさんもこんなような髪型してるからちょっとタッチが似てて複雑なんですけれど、なんか髪の作り似てる、ナミさんと。まあね、同じシリーズだからしょうがないかもだけど、お顔はこんな感じで髪の毛に結構気合入ってるかなっていう。この生え際の部分とかに結構黒がしっかり入ってるので、シャンクスよりちょっとダークっぽい印象になってるかな。近くで見るとこんな感じです。やっぱ傷ないって、傷ないって。うわー。でマントが2枚重ね。暑くないのかな。服がちょっと王族みたいな感じになってて、このニーハイブーツとかもすごい硬い感じ。なんかちょっと甲冑っぽくもある感じかな。やっぱ騎士団っぽいというか、なんかちょっと中世ヨーロッパみたいな雰囲気がありますよね。なんか私のシャムロックちょっと足場の刺さりが悪くて斜めっちゃってるんですけど、本当はまっすぐ立つので安心してください。でも出来的にはどうなんだろう今回。なんか普通にいい感じもするし、もっと顔を寄せられる気もするしっていう感じ。今までシャンクスで培ってきたものがあるけど、あんまりこうシャンクスとまんま同じに作りすぎてもみたいな感じなのかな。どうなんだろうね。傷ないだけで結構印象は違うけど、髪の毛とかは今までの一番くじにもあったような感じで結構細かく作ってあるから、いやでも正直ちょっと需要がまだ私にはわからないからどれぐらい欲しい人がいるんだろうね。今このタイミングで出しておくことがきっとベストなのかなとは思うけど、ちょっと私まだこいつに対してそこまでフィギュアの熱が高くないから、どうなんだろう、今後に期待っていう感じですかね。続いて F 賞のイム様のマグネットを開封していきたいと思います。これは瞳が追いかけてくる仕様となっておりますね。これほら、冷蔵庫の前に貼る勇気が私にあるんでしょうか。ちょっとね見ていきたいと思います。はい、何と言っていいかわかんないんですけど開封しました。なんかこう見るとちょっと間抜けすぎて面白いメジェード様みたいじゃない？流行ったよね。
のなんか黒みたいな。ワンピースでも出てたけど、こんななんかトサカみたいなのはついてなかったね。おー追いかけてくるよ。これがパッケージ通りのやつですね。ずっと追いかけてくるのか。貼る場所考えよう。あ、ルフィですね、手配書。ビビちゃんだったらどうしようかと思った、本当に。この土佐が折ってしまうかもしれない、私。腹が立って。でもここまでちゃんと作ってくれるって細かいですね。このイム様のでルフィの手配書を貼ったらいいの？冷蔵庫に落ち着かないな、なんか。いやでも出来自体は超いいので、おすすめです。はい。そう、イム様のぬいぐるみ私欲しかったんだけど、ゲーセンで出てて撮ってないんだよね。そういうのを、まあでも、なんかいつかブラショのついでにでもどっかで買おうかなと思ってます。売ってんのかな、マジであれ。続いてこちらラストワンのロッキー開封していきたいと思います。もうめっちゃ楽しみ。箱の大きさはね、さっきの、ドリーほどは大きくないです。それではね、開封していきたいと思います。ということで開封しました。めっちゃかっこいい。なんかこれだけジオラマ感があって超いいじゃん。いやー、やっぱりさすがの造形ですね。もうロキっていうキャラが好きすぎるんだけど、多分これ私的に片栗以降その一味以外のキャラでめちゃくちゃ刺さったというか、お、来たなっていう感じなんだけど、似てないこともないよね。ファッションとかがね、ちょっと片栗もねパンクだしトゲトゲしてるから、まあね、早速見ていきたいと思います。で、今回ね、こちらのラストワンだけリバイバルモーメントっていう新再現のシリーズなので、大駒1個を再現してますね。いやー、いいね。舌とかがかっこいいわ。あと包帯で目隠れてるとやっぱ強キャラ感があるよね。目が隠れてるみたいな。ちょっと私の中の中二男子がね、そわそわってしちゃうんだよね。で、あとここまでさ、チェーンがしっかり作られてるのも珍しいというか、装飾品多いよね。なんかやっぱりちょっとカイドウを彷彿とさせるようなこのファーの部分がですね、いいですよね。個人的に鎖の作りが太くてかっこいいなって。ちょっと団子にみたいになってるさ、完全に捕獲目的だなっていう。かっこいい。この革のズボン、ロッカーですね。足がこんな感じ。なんか靴底とかもね、ちゃんと作ってあるんだよね。岩倉さんの作るものも山下さんが作るものも服がちょっとかっこよくて、やっぱりなんかパンクっぽかったりとか、あとそれぞれの好きな服のテイストが反映されてるのかなって思うようなデザイン力がいいよね。これ男性の原型師さんは特にベルトのバックルとかにこだわりを感じる時が多くて、今回のもいぶし銀な感じ、ちょっとダメージつけるのがかっこいいですよね。あんまり女子ってそのベルトのバックルにそんなに縁がないじゃない。つけるとしても細めが多かったりとかさ。いやー、かっこいい。武器もちゃんとね、ちょっと見づらいんですけど後ろに背負っております。見えるかな。これ難しいんだよね。実際見ると全然見やすいんだけど、カメラで映そうとすると意外と分かりにくくなっちゃったりとかね。いやー、でもこれは素晴らしすぎる。圧倒的な造形の力。墨入れとかしたいなって思う方は多いかもしれないんですけれども、すごいね、シワ感とか立体感があるから。けど、私的には全然このままでもっていう。なんかイラストに色をつけたみたいな。っていう感じがすごく素敵なので、このシーンってこれからフィフスの1万円のシーンみたいに、擦られ倒していくようなものでもあると思うので、どんどんね、ロキのフィギュア出ていってほしいと思うんですが、スタートがこれで本当に良かったなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、全員乗り切らないので、この2人が大きすぎて、特に気に入った2体で飾ることにしました。そしたらこの2人になりました。この2人が素晴らしいのは正直言うまでもないし、きっとみんな、この2体欲しくて引いたと思うんですけれども、それ以外で言うとナミさん可愛かったかな。もう本当に何度も言いますけど、衣装を擦り倒してほしいですね。で、この2つのどっちが1位とかそういう優劣は決められないです。それぐらい良かったです。なんかすごいブロギー楽しみになったな。グンコもいいけど、やっぱブロギー楽しみ。ドリーとブロギーと、あとウソップと一緒に飾れたら楽しいな。ただね、このドリー結構、剣が奥行きあるので、高さと奥行きが必要かもしれない。ジャジャンに入れるとしても、斜めとかになるかな、どうかなっていう感じ。ただ結構高さは開けた方が良さそうですね。ロキに関してはきっとこれからいろいろね、フィギュア展開あるんだろうなっていう感じなので、これだけじゃなくていろんなね、ポージングにも期待しています。今回ちょっと火がついちゃった感じでラストアンまで駆け抜けたんですけれども、全然後悔してないです。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回めちゃくちゃ頑張ったんだけれども、ワンピースの一番くじということで、最後はお楽しみのダブルチャンスの結果発表。正直今回ね、めちゃくちゃ頑張ってロットまで駆け抜けた理由の半分はこのダブルチャンスのためにあると言っても過言ではないですからね。30回目でドリーは出てたからね。マジで今回当てたいというね、強い意志を持って、ロットしたんですが、今回のダブルチャンスの結果は、残念外れでした。はい、ということでめっちゃくちゃやばいです。今回当たると思ってたので、本気でショックを受けてるというか、なんか冷や汗が、もうだって7月でしょ？ 7 月ってなると正直めちゃくちゃ焦るよね。次回のね、ブロギーのくじも絶対引くと思うので、次こそ、本当に次こそ当たってほしい。じゃないともう本当に後がないっていうところまで追い詰められてしまいました。ということで、今回の動画が楽しかった方、そしてこちらのイム様のマグネットが思ったより気に入った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。